はい、どうもしんです。本日もアークサバイバルアセンディットをやっていきます。本日はですね、建築チュートリアル。もう土地選びに迷わない。どんな場所でも建築できる簡単基礎建築柱編をお送りいたします。アークサバイバルアセンディットになりまして、建築システムが大きく変わりました。これにより初心者の方でも簡単に建築ができるようになりました。ただですね、特に公式サーバーなどに関しては、なかなか土地がなくて、建築する場所に迷われたり、作りたい場所が平らでなくて、建築に困っている方も多くいらっしゃるかと思いますので、今回はどんな場所でも建築できる基礎建築をご紹介していこうかと思います。建築手段として、土台で基礎建築をする手段と、柱を使った手段、また崖用プラットフォームなどを使った手段など、いくつか手段はあるんですが、今回は柱を使った建築をご紹介していこうかと思います。他の手段については、土台編は先日ご紹介させていただきました。崖用プラットフォームについては、また後日ご紹介していこうかと思っておりますので、お楽しみにお待ちいただければと思います。この基礎建築覚えていただくと、どんな崖のような場所でも基礎を張って、後ろに見えるように、その上に平らに建築していくことができるようになりますので、どんな場所でも自分の作りたい建築を作っていくことが可能です。今回は初心者の方でもわかりやすいように、基本的なところから順を追ってご紹介させていただきますので、ぜひご活用いただければと思います。また、柱に関してはですね、土台と同じように引くことも可能ですが、土台で引けないようなところであったり、特有の使い方っていうのもございますので、そちらも後半ご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなど、アークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、本編、どうぞ。ではですね、まず土台判定について。アークには土台判定という概念がありまして、土台判定がないと建築していくことができません。その土台判定を広げていくのが基礎建築となります。ここでは初心者向けに柱の土台判定についてご紹介していきます。柱には2種類天井の置き方があります。このように角に置くタイプと、このように真ん中に置くタイプとあります。天井の真ん中に柱を置く場合は、柱の上に置いた天井を0として、それぞれ3マス、プラス左右に1枚ずつ置くことができます。それを上下左右伸びていきまして、こういった形になります。これは土台を置いた時と同じ土台判定の範囲となります。次に柱の角に天井を置いた場合は、今サバイバーがいる場所が柱のある場所になりまして、柱から3マス、その両側に範囲がありまして、プラス1マスされて上下左右ということで、この形になります。基本は土台判定起点から3マスではあるんですが、柱の場合、天井が置く場所によって土台判定の範囲が異なってきますので、ご注意いただければと思います。次に土台判定に関しては、スナップをつなげていくことによって土台判定を伸ばしていくことができます。ASE から ASA になって一番大きく変わった点でもあるんですが、柱のスナップ方法が変わりました。ASE 時代は柱の横にスナップして柱を立てることができたんですが、ASA の場合はスナップして横に柱を置くことはできません。これとこれはつながっていないということになります。柱のスナップの広げ方なんですが、これに関してはいくつかあります。一つは柱、先ほどご紹介した通り横向きに置けますので、これは同じ素材でなくても細柱とかでも一緒です。
3つ伸ばして、その先置けなくなるので、ここで縦にして地面に突き立てていただければ、伸ばしていくことができるようになります。もちろんスナップしてくっついているので、この上から直接つながっていなくても、同じように伸ばしていくことができます。次に壁。柱に直接壁を立てることができます。壁に関してはまた壁編でお伝えいたしますが、基本的に土台判定、何か建材にくっついていないと直接大地に壁を立てることはできません。柱にくっつけば大地につなげて置くことができます。この場合ですね、土台判定の兼ね合いで壁4枚置けるんですが、4枚目の外側にはつなげておくことができません。ここは土台判定が切れていることになります。なので、つなげる場合は壁3枚の間に柱を置くとすれば壁を伸ばしていくことができます。もちろんこれも土台判定がつながっているので伸ばしていくことができます。続いて天井。天井は先ほどご案内した通り端、真ん中あるんですが、つなげていって3枚目で置けなくなります。そして柱。もちろんこっち側でも問題はありません。また真ん中に置くということも可能です。どの位置に置いていただいてもつなげて置いていくことはできます。もちろん先ほどと同じようにつながっているので土台判定は伸びるということになります。真ん中に置いた場合は上に置いた天井プラス3枚置けるんですが、これに関しても真ん中に柱を置くことはできるんですが、距離の兼ね合いで端っこに置くことはできなくなってしまいます。ただし壁はこのように端っこでも置けるようになってます。これがちょっとわかんないところですね。微妙な距離感ということですね。もちろん真ん中に置けば同じように土台判定を伸ばしていくことができます。また先ほどと同じようにですね、このように横に伸ばした柱にスナップして土台を置くということもできるので、これでさらに土台判定を伸ばしていくことも可能です。それぞれいろんな素材を組み合わせてどんどんつなげて土台判定を伸ばしていくこともできますので、ぜひご活用いただければと思います。以上が土台判定についてでした。ではですね、続いて土台と柱の違いについて。このように先日の土台で基礎を作った上に建築と同じように柱でも作ることができます。ただし少し意味合いが異なる部分がございまして、そのあたりのご紹介をしていこうかと思います。まずはメリットとデメリット。メリットについて一番大きいのは、これは金属の場合なんですが、土台インゴット50に対して柱インゴット25個ということで、建材一つ作るのにも資源を少なく済みます。引き方や地形によって異なってはきますが、基本的に必要な資源を抑えることができます。またうまくつなげることによってですね、さらに資源を抑えることができます。またもう一つの利点として見た目の違いがあります。土台で引いた場合、地形にはよるんですが、どうしても壁で引いたりとかですね、土台の高さの違いであったりで、見た目が柱の方が割とすっきり置けたりします。ここはですね、感性によるところもありますし、地形によって引き方によっても変わってくる部分はあるんですが、土台よりすっきりした見た目にすることができます。また最大の利点として柱に関してはですね、このように伸ばした天井から柱を引いていくことによって土台判定を伸ばしていくことができます。なのでつなげる上で高さがある部分だと結構縦の柱数がいってですね、横につないだ方が少なく済む場合はあるんですが、状況によっては必要な天井プラス縦の柱だけで設置することができます。そしてデメリットについてなんですが、まずは柱つなげていく上で縦に地面に刺さっている時は土台判定あるんですが、横につないでいる場合はもちろん
地面に刺さっていないので、ここに土台判定はありません。横につないだ後、土台判定切れたら縦に刺す必要が出てきます。もちろん壁とかでつなげる場合もそうなんですが、縦向けて横向けてって結構めんどくさかったりします。ただこれに関しては回避方法があります。例えばこのように柱がある場合ですね、半分に分けていただいたり、必要数に合わせて2つに分けていただいてスロットに設置します。一つはこのように縦の設置、もう一つは横の設置。これは細柱と太柱でも一緒なんですが、設置していくと、この場合1は縦の設置、2は横の設置という風に分けて設置できるので、他の建材切り替えるのと同じ感覚で建築していくことができます。これは柱に限らず、どの建材でも切り替えができるものに関しては同じようにスロット内に分けて設置することによって切り替えだけで建築していくことができるので、ちょっとした小技になります。そしてもう一つデメリットとして、先ほどご案内した通り、柱に関しては縦に地面に刺さっている部分しか土台判定がありません。そこから3マスで土台判定が伸びていくことになるんですが、これに関してですね、土台であればこの土台でずっとつなげていけばそこに土台判定が生まれるんですが、柱はこの縦につながっている部分だけということで、同じように建築をしている場合、間隔によっては隙間が生まれてしまう可能性があります。もちろんこのようにつないだ場合は3マスごとに柱が置けるので、このつながりラインに関しては途切れることはないんですが、このように横につないだ場合の間隔によってはですね、隙間が生まれてしまう可能性があります。これは土台と柱の土台判定の部分で重要な部分となりまして、イメージとしては土台は面で柱は点として考えていただいた方が分かりやすいかと思います。正確にはちょっと違うんですが、イメージ的に捉えていただければと思います。ここややこしいので次のパートで詳しくご紹介させていただきます。続いて先ほどお話した土台と柱、面と点、土台判定の違いについてなんですが、先ほどお話しした点的な土台の置き方に関しては、土台でも同じように点で置くことは可能ではあります。これはもちろん天井で伸ばした状態で置くことも可能です。もちろんこれ間隔を2マスになっていますが、壁のつなげる位置、直線上に壁を置くとこちらに土台をつなげれるので、間隔は同じように3マス間隔で置くことは可能です。この面では同じように土台でも点の土台判定の発生のさせ方自体は可能ではあります。あまり利点はないですけどね。土台と柱の大きな違いとしてはですね、土台の場合必ず地面に沿って伸ばしていく必要があります。もちろん先ほどのように壁や天井で伸ばしていって壁をつなげて設置することはできるんですが、柱の場合は設置を見て天井を引いて土台判定切れたらそこに柱を引いてという貼り方ができます。建材数、資材数とかを考えないのであれば、このようにですね、見た目をスッキリさせて建築していくことが可能です。もちろん地形によりますが、ある程度資材数を抑えれる面もあります。土台の場合は見た目的にもですね、壁で隠したりとか必要になる場合が割と多かったりするんですが、柱であればこのように基礎部分隠さなくても高床式のようにですね、建築をしていくことができますので、かなり見た目をよく高床式に建築していくことが可能となります。ので柱の場合少し土台判定点でしか置けない部分がありまして、考えないといけない部分っていうのは出てくるんですが、資源を抑えたり見た目をすっきりさせたりすることができる分ですね、違いが発生するというところになります。
柱に関しては、先日の基礎シリーズの柱編でご紹介した通り、土台判定以外での使い方もあります。そこの飾りの部分としての使い方と土台判定を組み合わせれば、より建材数を抑えた建築を作ったり、より良い見た目で建築をしたり、いろいろ幅が広がります。土台でできること、柱でできること、同じような部分は多々あるんですが、それぞれ違いが発生します。シンプルに基礎を引くという面に関してはですね、やはり土台の方が簡単なので、特に建築初心者とかですね、考えるのが面倒な方などに関しては、土台で作っていただいた方が簡単ですが、より良い見た目であったり、資源少なく済ませたいなどある場合は、少し頑張ればですね、同じ形でより基礎を抑えれたりしますので、状況に合わせて使い分けていただけるといいかと思います。以上です。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、基礎建築柱編をお送りいたしました。前回の土台編と同じように基礎を引くことも可能ではあるんですが、それぞれ特性としてはですね、違ってくる部分が出てきますので、そのあたりは状況に合わせて使い分けていただければと思います。建築初心者で簡単に基礎を引くという面ではですね、やはり土台建築の方が簡単だったりはするんですけど、資材数を抑えたり、見た目をスッキリしたり、使い勝手がいい部分、また飾りであったり、そういった部分と合わせて建築をしていくということも可能ですので、ぜひご活用いただければと思います。柱はいろいろ使い方がございまして、建築基礎シリーズの柱編の方で詳しくご紹介しておりますので、気になる方はそちらもご確認いただければと思います。また後日ですね、プラットフォーム編もご紹介していこうかと思っておりますので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちいただければと思います。土台編、柱編、プラットフォーム編押さえていただくと、まず建築場所に困ることはなくなるかと思いますので、ぜひご活用いただければと思います。では本日は以上となります。アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他、Twitter や Discord などアークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。